この動画では長距離都市間移動の際のイラク人の足、シェアードタクシーを使ってバグダッドへ向かいます。シンドバッドのふるさとでございます。イラクでは普段我々が使い慣れたような公共交通機関はまず皆無です。鉄道は私が調べた限りバグダッドとバスラ間のみ。大きな都市内、そして近距離都市間ではミニバスが運行されてますが、我々旅行者が街中で移動する際は基本タクシーとなります。そして長距離都市間の移動の場合はシェアードタクシーと呼ばれる乗り合いタクシーです。これはいわゆるバスの発着ターミナルみたいなところへ行って車が満席になったら出発するというスタイルです。時刻表のない都市間を結ぶミニバス利用の際と同じです。満席になるまで待つ。今回の旅行では長距離移動にシェアードタクシーを4回利用しました。ミニバスに比べると席がゆったりしてていいんですが、例外なく運転手さんぶっ飛ばします。スティーブ・マックイーンかワイルドスピードのビン・ディーゼルにでもなったつもりなのかもしれません。怖すぎて旅のいい思い出になるでしょう。一旦乗ったらただ事故らないことを祈るだけです。これは普通のタクシーです。まずバグダッド行きの乗り合いタクシー乗り場へ向かってます。この運転手さんは物静かで非常に誠実そうでした。バグダッドガレージまでは5000ディナール、3ドルちょっとです。はい、シェアードタクシーに乗るつもりで来たら1人で乗ってバグダッドまで1周100銭9万イラキデナー9万って言われたんですけどね、1人で。ただシェアタクシー乗りたいって言って、じゃあ3万でって言われました。はい、1人だったらやっぱり他のお客さん待ってるみたいですね、はい、他のお客さん探してる感じです。現在11時30分。どれぐらい待たされるんでしょうかね。はい、今日の車はドッジチャージャーって言ったらスティーブ・マックイーンの映画の車じゃなかったでしたっけ。いやー、めちゃ多いですね。スティーブ・マックイーンが運転したのは1968年フォード・ムスタング GT でした。で、敵が運転したのがスティーブ・マックイーンの1968年のドッジチャージャー RT、この2台で壮絶に熱い撃シーンが描かれたという車ですね。車の修理できるようになってるんですね、ここで。はい、カフェがあってみんなここで客拾ってんのかな。はい、みんな客を集めてんだと思います。うちの運転手さんは白と黒のトレーナーとお揃いのジャージ着てる人です。ケバブ屋さんですね。ハローエバーだ。いや、これで炭火で焼いて、はい、みんな写真嫌がりませんね。いやいやlike OK like 12時10分過ぎに3人目の乗客がやってきたので、待った時間は結局45分ほど。思ったよりも早く出発できました。私が一人で平均年齢釣り上げてる感じです。何言ってるかさっぱり分かりませんが、これから約4時間 Google トランスレートにお世話になりながらバグダッドへ向かいます。何言ってるかさっぱり分かりませんけど、なんか楽しそうですね。バグダッドまでは約350キロ。バスラからイラク国境近くまで抜ける高速1号線を北上します。途中ウルク、バビロンの遺跡の近くを抜け、約3時間半ほどでバグダッドに到着する予定です。まだ高速道路に乗ってないはずですが、現在のスピードは149キロです。ちょっとビビってます。はい、149キロ。通常他人の運転で助手席には絶対座らないんですが、アメ車は高速運転用に作っているのが非常に安定してます。驚きました。イラクでは各都市に入るところに
こんな感じの同じスタイルのゲートがあるようです。そして必ずチェックポイントがあります。外国人はパスポート提示を要求され、場合によっては車を降りて事務所で簡単な職務質問がある場合もあります。高速1号線走行中、ご覧のようにみんな車線気にしてません。先ほどから石油を運ぶタンクローリーを次から次へとごぼう抜きにしてます。ナーシリアを抜けると足がなくなり、景色は砂漠へと変わります。はい、運転手さん、乗客皆さんご機嫌です。当然車内は喫煙 OK です。日本と逆で国土の 80% が平地ですが、その4割ほどは砂漠です。先ほど150キロでパトカーを追い抜きました。全然追っかけてくる気配もありません。ということで心配する必要はないと思うんですが、万が一動画が証拠となって運転手さんが免停とかなると申し訳ないので入れてないんですが、とにかくスピードは150キロから160キロ、基本左側の車線をぶっ飛ばすんですが、前の車がこの車が来ているのに気づかず車線を譲らなかったらぴったり避けるまで後ろにつけます。実際は1メートルぐらいあるのかもしれませんが、感覚としては車間距離なんかあったもんじゃないです。生きた心地がしません。前の車が近づいてきた時に右手が空いてれば平気で内側車線からガンガン抜いていきます。運転しながらタバコは吸うわ、歌は歌うわ、電話はするわ、退屈してきたらなんか TikTok みたいなのを見るわ。ただ飛ばしてるだけに緊張感を持った運転してますし、居眠り運転される心配はまずないです。そういう意味では安心して車内で寝れます。おお、事故ですね。大事故じゃなく簡単な接触事故でバンパーが取れたって感じでしょうか。砂漠での生活に欠かせないラクダが出てきました。重要な交通手段、輸送手段、そしてミルクは重要な栄養源。イラクのラクダは一コブラクダがほとんどだそうです。2時間15分走って20分のトイレ休憩。運転手さんに付き合って私もなんか軽いものを食べることにしました。おお、ナイス。すごいですね。軽いのをお願いしたんですが、なんかもうこれとパンだけやると十分って感じでスープまで出てきました。軽いのって言ったのにすごいでかいのがビーフです。サラダまでついてきました。これすごい量食べれないです。いけん残さず食べるっていう感覚がないですね。運転手さんはタダだそうです。というわけで自分の分だけ払って2万1000ディナール、約2500円でした。軽くなんか食べるつもりが随分高くついちゃいました。いよいよバグダッドに近づいてきました。バグダッドの都市としての歴史は意外に浅く、762年アッバース朝第2代カリフマンスールがここを都としたのが始まりです。当時の名前はマディーナ・アッサラーン、平和の都です。このマンスールによりギリシャをはじめとする世界中の本がアラビア語に翻訳され、地の館と呼ばれる学術機関が生まれていきます。なんとエジプトの象形文字まである程度解読してたそうです。ここに集まった世界中の知識がヨーロッパに伝わり、キリスト教徒も聖書以外に目を向けるようになり、ギリシャ哲学もイスラム教徒を通じて改めてヨーロッパにもたらされ、ルネッサンスが始まったわけです。こんなところで降りてます。バスラからナージリアまでの乗り合いタクシーを利用したときはホテルの真ん前まで送ってくれましたが、基本はガレージからガレージです。さすがにバグダッド街の中は混むので、乗客に都合のいいところで降ろしてくれてます。それにしてもすごいところで降ります。何でもありですね。この後この道をしばらく進み、
ホテルに一番近いとこあたりで運転手さんが車を止めタクシー拾ってくれました。ホテルまでのタクシー代は5000ディナール、4ドル弱、約600円でした。ツインルームは1泊5万ディナールなんですが、息子の到着が明日の早朝なので今晩は3万5000円に負けてくれました。はい、お部屋はこんな感じです。広いです。35K なので、30ドルはしないですね。スペースは広いです。古いです。はい、洋式トイレ、トイレットペーパーあり、そしてひげ剃り、歯ブラシ、はい、シャンプー、石鹸付き。はい、嬉しいですね。掃除はちゃんとしてそうな感じです。はい。まあスペースあるからいいですね。はい、景色は何もないです。はい、お茶好きなんですね。お茶がいっぱい用意してます。夜間があるのは嬉しい。冷蔵庫、冷凍庫。あら、お水入ってますね。お水タダなのかな、よくわかんないです。結構街の中心っぽかったんですけど、このホテルの入り口がある通りには何もないですね。はい、バラカットパレスホテルです。一応イラキトラベルコミュニティのFacebook かなのおすすめバジェットホテルです。バグダッドの第一印象はごくごく普通です。大通りのお店の看板を日本語に変えると、ここ日本ですって言っても通じると思います。違うのは、おまわりさん、すごい銃持ってます。はい、バグダッドでございます。やっぱセキュリティは厳しいんですね。至る所にセキュリティのおまわりさんがいますので逆に安心です。Thank you. اوكي. パン屋さんです。 هذا الزمون العزين يخبون. هذا الخبز هنا. هذا تعال شباب هنا. わーお。すごいな。 تعال قدم تعال. おいでおいでって。OK? Hello. اوكي. うわ。何時まで働いてるんですか4 الصبح. 4. すごい、夜の12時までとか朝の4時まで働いてるそうです。すごいね。はい、ショコラ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 。オッケー、バイバイ、サランサランサラン。おお、停電だ。停電ですわ。しょっちゅう停電あるんですよね。うわ、真っ暗になった。バグダッド。おお、電気ついた。停電終了。ハロー。صورني. は صورني. ビデオ？ハロー。みんな愛想がいいこと。はい、今まで停電だったんですが回復しました。昨日のナサリもそうですけど、しょっちゅう停電ありますね。みんな赤なのに完全信号無視してます。おまわりさんもいるんですけど。ティグリス川沿いに出てきました。誰もいませんね。はい、ちょっと何人か、多分夏暑い時とかいっぱい人が来るんでしょうけど、寒いんですよね。イランにもありましたね、屋外ジム。おお、子供たちいっぱい遊んでます。あっちは公衆トイレ、綺麗っぽいですね。はい、綺麗な公衆トイレですね。
式もありますよ。バーベキューできるところがありますね。なんかピクニックみたいなこともしてます。おお、結構人がいるわ。ハロー、はい。あれはクリスマスツリーなんですかね。バドミントンやってる人もいますし、ピンポンやってる人もいます。ハロー。ね、カップルもいるし、おお、ローラースケートやってる。グッジタバコいかがって誘われました。カップヌードル売ってる人、綿菓子売ってる人、お茶売ってる人、なんか美味しそうなデザートみたいなの売ってる人、いろいろいますね。はい、なんかすごい人気のところにやってきたら、うちに座れってみんなに誘われて一緒に座らされてます。メッシーにエブラハムにアブドラ هذا حيدر والله لو يدري بك ابو درع الله يشاهد يسويك اثنين اشرمك شرم 何言ってか全然わかんない。みんななんかいろんな名前で。バイ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 。ナイスミーティングユー。ナイスミーティングユー。バイ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 。ナイスミーティングユー。バイ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 。ナイスミーティングユー。は？またなんか入れ替わりで誰か言いましたけど。قدم لك حج نور は？ حج نور 恥の？I like your hair. はい。ひっきりなしにお客さんが来る繁盛店なので、ホテルに戻って聞いてみたら、ここは特に美味しいファルフェルが有名だそうです。私がいただいたのはチキンシャワルマ1500ディナール、実際1ドルです。名物のファラフェルのサンドイッチはたったの1000ディナールだそうです。70円弱、でも明日の人気なわけです。息子が飛行機で到着します。言葉が全然喋れなくても Google 翻訳である程度コミュニケーション取れるようになったのは本当にありがたいです。インターネットのおかげです。社長さんだそうです、この人が。なんと彼はおまわりさんでした。警察官になる前は兵士だったそうです。ファラフェル買ってきた彼も警察官だそうです。عباس سوي له واحدة خي سوي له واحدة عباس سوي له واحدة صيني صين لا يابان يابان عباس بس خي سوي له واحدة هذا عباس سوي له واحدة عباس بس تجيب لنا هذا عباس بوليس. هذا عباس بوليس. بوليس شوفك يا هذا تشرشي هذا شوفه فلافل بوليس. فالافل اسمه فالافل يصور فلافل واو جميل هذا منا بيرسل العباس قوم نور قوم جيب لنا لبن صار لي ساعه واقف انا نور ما هذا واو جميل هسه كفر صار فجرتكم نايس قوم خذ المحفظه لك مو قوم باي باي باي. 客足が全然途絶えません。イブラヒム・アルカラーニー・ファラフェル、英語をしゃべる店員さんが2人ほどいました。いやーすごかったですね。カメラ持ってるとみんな入りたがって、ということでバグダッド初日終了。今晩息子が到着予定です。それではまた明日。
次はバグダッドの散策、ぜひご覧ください。みんな好きなこと